では目木の加工の方していきます。材料をまず回します。はい、まず、ノコの葉の深さをこの15ミリに深さをセットします。これですね。ノコの葉を深さをセットして、で丸ノコを入れていきます。まず端を入れて、それから中いっぱい入れていくという感じですね。であと取っていきます。あ、手に入ってね。入れていきます。でこういう節ですね。これ節があるとすごい、のみで取るの大変です。なので節のところは多めに入れてください。はい。であとまた細かく入れていきます。今こういう感じになってます。このギリギリまでのこう入れてあげるという感じです。であとのみでパパンと取ります。こういうところを取るときは幅広い 42mm ののみがやりやすいと思います。でこういうふうに腰掛けて取っていきます。これも隅から広めにして一回ザラッと取ります。で、ここですね。まず隅のラインで、のみを立てます。はい。で、まずこれの隅の、2、3ミリ内側を一回のみをがっつり入れて、これを取ります。で、こっちも節のところって刃が傷むんですよね。しょうがないですけど。あ、ここですね。まず繊維方向の方にのみを入れていきます。こんな感じですね。のみが入るスペースを先に作って、まだのみは隅から1ミリぐらい残して取ります。で今度上からですね。上からこれも隅少し残しながらいきます。まだいいか。で大体取ったらあと手で仕上げていきます。
で次今度こっち側も墨のラインでまあ墨半分ですね。墨半分でやります。この角ですね。ここってどうしても丸のこの刃がこういうふうにこう入るので、ここが残るんですよね、ここの角。なので今そこのみで取ってあげます。そしてここ節があるから余計取りにくいんですよね。取りにくいというか硬いという感じです。ちゃんと取れてるか出っ張ってないかですね。90度かどうか確認してください。90度よりもややこっち側に入ってる分には問題ありません。これが出てると困るので出てないかを確認してください。まあ極端に掘りすぎるのも良くないので適度なぐらい1ミリ以内ですね。1ミリ以内に内側にちょっと入ってるぐらいでも大丈夫です。はい、右の方は以上です。あとドリルですね。ドリルを開けます。15ミリか18ミリの切りで開けます。でこれは18ミリですね。で開けます。で半分ずつですね。一気にこれ貫通する穴なんですが、これここまで貫通するんですが、半分ずつ開けます。これ1回でガーッと開けていくと曲がったりとかするんですよね。なので半分ずつ開けてあげると、少なくともこことここはですね、中でちょっとこういう風になってても、極端にずれることはないという形になります。で次荻では次荻に行きます。で荻の方は裏から切ります。裏返して裏の隅回して下刃の隅回してませんでした。下刃も入れます。はい。これ下刃の隅付け忘れるの結構あるあるなんですよね。結構忘れるんです。はい。で、じゃあ下から入れます。でまずこの深さをこの下は、下からこのラインですね。ここに、丸のこの深さを合わせます。で、ここですね。まずこれを隅半分になるぐらいに狙ってで、次にこの延長よりちょっと中に入るように丸のこ入れます。これが結構重要な役割を持ちます。このノコのラインですね。この延長よりちょっとわずか内側に入れてるよというこの線で、これを残していくと
こういうふうにノコを入れておくと、これ取った後にこのノコ目が深さの基準になるんですよ。ちょっともう一回切って説明しますね。丸ノコの深さを、この線ですね、この線よりちょっと長くします。このままでもちょうど深いんですけど、ちょっと長くしておきます。この線より長く、5ミリぐらいは長くしておきます。でこれの線は、これは切り墨ですね。なので墨を払う切り方をします。こっち側、上は、墨が残らない切り方、切り墨ですね。でこっち側はわずかに墨がかすかに残っている切り方になります。で先ほど言ってたのはここですね。わずかにここの子を入れておくと、ここですね、このラインが彫るラインとイコールになるんですよ。なので、この段差ですね、この段差をわざと作ってあげると、これ取る時の線引かなくてもいいよというのがあるので、15ミリだし、丸のこ入れてるのでこういうふうに簡単に取れます。で一回粗く取ってから、のみで最後取ってあげます。でここをこういうふうにガタガタしないかですね、一応確認してください。こういうふうに中が高いとこういうふうにガタガタするので、これはガタガタしないので深さは OK ですね。はい、で次にここの切った部分も一応こういうふうに縦横斜めにして片付きがないか、どうしても丸のこ入れててもちょっとガタガタする時あるんですよね。なのでそういう時は、出てるところを切ってあげてきます。でガタガタしないかどうかを確認してください。はい、で、完成です。であとボルトですね。このボルトの穴を開けます。でこれも半分ずつ開けます。これで穴も開いて腰掛けとしては完成ですね。はい、では組み立てます。はい、では組み立てたいと思います。腰掛けなんでただ乗っかってるだけなんですけど、はい、で入れて、では次にボルトを入れます。で、ボルトまず羽子板を入れて、羽子板のこっち側ですねも座金を入れます。で少しネジを回してあげて、であと、これは、座金なしなので125のボルトを使います。座ボリがある場合は110のボルトを使います。で今回座ボリなしということで125を入れて、でこっち側は座金のこの部分、羽子板のこの部分が座金の役割を果たすので座金なしでいいです。で反対側ですね。
よっ。こっち側は座金が必要です。でこういうふうに。これで締めていきます。で締めるときこういうインパクトに 19mm のソケットっていうロカルレンチで締めるやつがあるので、これをつけて締めていきます。でいきなりこれ手で回さないでインパクトにつけて飛んでった。インパクトにつけた状態でこれだけでガーって入れていくとネジ山が潰れてしまうことがあるので、先に何回か回してからインパクトで締めてください。はい、でこっち側ですね、羽子板側を締めます。ついてるか。ちょっと今相手が通常こっち側にも何かあるんでこんなに曲がることないんですけど、片ずりなのですごい曲がりますね。びっくりします。はい。こんな感じですよと。はい。でこれでボルトで引っ張ってるので抜けませんと。はい。っていう感じになります。敷口の腰掛けの方をやってみました。でこれが一番シンプルで簡単な、敷口になると思います。でこれ自体は実際現場でもまだ使われていて、その躯体としてのフレームの重要な部分ではなくて下地のとして角材を入れるっていうような感じの時とかはこの腰掛けだけでいくというのは、すごくあります。ウッドデッキぐらいであれば全部この腰掛けだけでもいいのかなというふうに思いますので、ということでありがとうございました。